手紙ヤギの編み会にようこそ。お手紙ヤギです。ハッシュタグお手紙ヤギの編み会は、編み物をしながら気の向くままにおしゃべりをするという編み会のようなスタイルの動画です。皆さんもお茶とおやつと編みかけをご用意して、編み物の時間を一緒に楽しみましょう。若干雲行きが怪しいんですけど、あんまり冬眠ならぬ仮眠、これです。詰め放題で700、800円だったカラフルな羊毛で、こっちのパターンに比べると少し。今日は夏の編み物がテーマです。インスタグラムの方でフォロワーさんにとある質問をしてみたので、その質問に対していただいた回答をご紹介しながらお話ししていこうと思っています。また私の夏の編み物として最近編んだもののご紹介も合わせてしようと思っているので、よかったら最後までお付き合いください。それでは始まります。はい、では早速今日もいつも通り今日編むものの紹介をちょこっとしようと思っているんですけれども、今日編んでるのはこちらです。結構透け感のある感じの、これウェアなんですけど、前に夏の編み物の計画っていう動画でご紹介していたパターンで、ジェシーメットデザインズさんのアウトラインティーというパターンで、半袖のサマーティーを編んでいます。これが前紹介した時は夏によく着るノースリーブのコットンワンピなんかに、上に合わせる透け感のあるトップスとかカーディガンなんかの羽織物の組み合わせの時に手編みのものを着たいなということで、夏に編む候補にしていたパターンです。で、その時にお試しで編んだスワッチをご紹介してたんですが、そのスワッチで使ったこの工業紙で編んでいます。今は、ボディを編んでいる途中で、ちょうど、フロントとバックが輪に編んでいって分かれたところですね。前身ごろと後ろ身ごろをメリヤス編みで往復にどんどん編んでいく段階になっています。このパターンは海外のデザイナーさんのパターンにしては珍しくボトムアップのパターンなので、こんな感じで裾から始まっています。で、このデザインだと身ごろのセンターと脇の部分にドロップステッチで作る透け感のあるラインが入るっていうのが特徴的なデザインなんですけど、そのドロップステッチは、身ごろを全部編み上がってから一気に目を落としていくっていうスタイルだったので、今は全然全く模様のないただのメリヤス砂漠っていう感じになっています。これがですね、お試しのスワッチを編んだ時に指定のゲージよりも日持ちきつめになっていたんですね。なので針サイズをちょっと大きくしたんですけど、結構スカスカになっていて、今こんな感じで若干雲行きが怪しいんですけど、あんまり気にせずに進めています。編んでる途中に少し不安な感じがしても、案外水通しするといい感じに落ち着くっていうことがよくあるので、あとこの糸はセールで購入した工業紙なので、失敗してもいっかっていう感じの結構気軽な気持ちで編み進めているところがあります。という感じで今日編んでいるものはそんな感じです。ということで、インスタグラムで募ったアンケートのご紹介をしながらお話ししていくんですけれども、何の質問をしたかというと、編み物好きの皆様、夏は何をしていますかという結構ざっくりした質問をしてみました。というのも、質問の文面にも書いたんですけど、気温が上がってくると冬眠ならぬ仮眠
なのかなっていう感じで、編み物してる方を見かける機会がなんだか減るような気が個人的にはしていたので、ふと編み物好きさんは夏何をしてるんだろうなっていうのが知りたくなって質問したというわけです。それで今回33名の方が回答をくださいました。改めて回答をくださった方々ありがとうございます。基本的に私のアカウントを見てくださっている方は結構編み物の沼に使っている方たちだと思うので、それなりに偏りはあるかと思いますが、それを踏まえてこんな感じなんだなっていう風に聞いていただければと思います。ちなみにどんな回答が来るのか読む前に予測を立ててみたんですけど、やっぱり夏は一旦編み物は置いといて何かしら他のハンドメイドをしている人が多いのかなっていう風に考えてました。実際いただいた回答を見てみると、意外にも結構夏も普通に編んでるよっていう方が多いなっていう印象でした。33名の方の回答のうち、夏も編み物コンスタントに結構冬と同じ感じで休まずにやってるっていう感じのお答えの方が30名ぐらいでした。なので9割くらいの方が夏も編んでるという感じでした。これは予想に反して意外と夏も編み物をしてる方が多いんだなってちょっと嬉しい驚きでした。とはいえ夏の編み物のスタイルとしては結構皆さんそれぞれな感じだったので、詳しく回答をご紹介していこうと思うんですけれども、ちなみに夏は編み物してないよっていう、残りの3名の方はどんなことをしていらっしゃったかというと、先にご紹介するんですが、夏は刺し子をしています。夏は刺繍、冬は編み物です。夜な夜な市民プールに行きますといったコメントでした。プールいいですね。私はもう何年お風呂以外で水に浸かってないかなっていう感じなんですけど、夜な夜なっていうことはお仕事の後にでも行かれてるんでしょうかね。編み物すごい楽しいんですけど、ずっと同じ姿勢になっちゃうので、やっぱり首とか肩のこりとか運動不足が私は日頃から気になっていて、何か体を動かす趣味も持ちたいなというか、持った方がいいなというか、そんな感じで常々思ってるんですけど、たまにそれで思い立ってウォーキングしたりするんですけど、なかなか続かなくて、特に今ぐらいの暑くなってきてからはもう本当に暑すぎて外に出る勇気が出なくて、ますます家にこもりがちになっちゃうので、そういう意味ではプールは屋外だし水に浸かりながらなので、夏の運動としては負担が少なくていいのかなと思いました。夏は編み物はお休みで、代わりに刺し子刺繍という方もいらっしゃったんですが、やっぱり編み物です。糸りこさんの麻糸でバッグを編んでいます。合間に刺し子もしています。サマーヤーンもウールも編んでますよ。たまに刺し子など。変わらず編み物もするけど、刺繍とか洋裁とか違う手芸も多くなります。というような、編み物もお休みはしてないけど他のハンドメイドをするっていう方も結構いらっしゃいました。私先日手芸メーカーのクロバーさんの新商品展示会にお邪魔してきて、その様子をご紹介した動画でも話してたんですけど、いろんなハンドメイドのサンプルがたくさん展示してあったんですね。それがどれも本当に可愛くて、
他のジャンルにも今結構興味が湧いてきていて、目移りしてるような状況なんですけど、その中にビーズ刺し子っていうのもあって、すごく可愛かったのでやってみたいなと思っているところです。刺繍も本屋さんなんかに行くとだいたい編み物関連の書籍と近いところに置いてあるので、結構見る機会があって、可愛い表紙の本がたくさんあるので、いつも目を引かれてやってみたいなとほんのり思い続けて早何年という感じですけど、同じような感じで洋裁もなんですけど、ソーイングに関しては実際本も購入したり、生地もたまに可愛いなっていうのを見つけると買っちゃうんですよね。にもかかわらず手をつけずに放置しているという感じなんですけど、ちなみにですけど、実際に購入したソーイングの本、これです。もうこれいつ買ったか忘れちゃったんですけど、発行が2017年5月の本ですね。多分買ってから3年は経ってると思うんですけど、やっぱりなんか改めて見ると可愛いなって思うので、やっぱり素敵なので、この夏裁縫もちょっとこの本から1枚でもこの夏作るっていうのをちょっと目標にしてみようかなと思います。他のハンドメイドもやってるっていう方では、刺し子と刺繍っていう方が結構多かったんですけど、お一人紬っていう方もいらっしゃいました。クーラーと扇風機のダブルで変わらずに冬糸編みます。夏は紬の時間も増えますが、結局羊毛暑いということでした。編み物よりは紬の方が羊毛が体に触れてる面積が小さいからっていうことなんでしょうかね。夏に紬の時間が増えるっていうのは。私紬もソーイングと同じで、結構材料は買っちゃうのにできてないっていうパターンなんですよ。でこのコメントを読んで、そういえばやらないとなと思って、久しぶりにスピンドルを回して、ここに置いてある、ちょっとまた久しぶりに紬もやりました。こんな感じです。久しぶりにやってみたらやっぱり楽しくて、なんかあとうまく紡げないなって前にやった時は思ってたんですけど、久しぶりにやるとあれちょっと慣れてきて、前よりはうまく紡げるかなと思って、ちょっと久しぶりにやったら楽しかったです。この2種類の羊毛は両方とも一昨年の2022年の東京スピニングパーティーで購入してきた羊毛なんですけど、こっちは詰め放題で7、800円だったカラフルな羊毛で、色はもうごちゃ混ぜで気にせずに紡いでみたら、こんな感じの綺麗なニュアンスカラーに作れてます。これちょっともうある程度紡いで毛糸玉にしたものもあります。こんな感じ。でこっちは染めてない本来の羊の毛色の羊毛で、こんな感じで羊の名前もわかるような形で販売されていた羊毛です。結構可愛いですよね。これ紡いでまた編むのが楽しみですね。はい、ということで、編み物以外のハンドメイドもやりますという方の回答はこんな感じでした。夏も編み物を変わらないペースでやってるっていう方の回答を見ていくと、ざっくり3グループぐらいに分かれるなと思いました。どんなグループかというと、1つ目は夏物を編む。
クーラー効かせて夏物編んでます。変わらず編んでます。でもやっぱり夏物が多いです。コットン、リネン、ペーパーヤーンなどを編んでます。ウール編みたいけど手汗が気になってといった感じで、夏物または夏糸を編むっていう方々です。結構具体的に編む糸とかアイテムを挙げてくださった方も多くて興味深かったんですけど、今はビスチェやメッシュトップスを編んでいます。その後は秋冬物を編み始めます。手が遅いので。とか、夏用に購入した大量のフラックス C で 2way で着られるジレカーディガン編んでます。という感じで、ビスチェとかメッシュトップス編んでる方、今年結構見かける気がしますよね。服屋さんでも結構見かけるので流行ってるのかな。で、編んでる糸についてはスズランテープやジュートテープで編んでます。麻紐やエコアンダリアでバッグを編んだりします。カゴバッグ、麦わら帽子を編みます。今まではエコアンダリア、今年は初めて笹和紙で、今年はそれに冬のセーターも昨シーズンの終わらなかった分エアコン様々ですといったご回答でした。エコアンダリアやスズランテープはずっとある夏の定番の糸ですよね。あと笹和紙は結構最近の新しい商品なんでしょうか。最近よく聞く気がします。和紙だから多分紙製なんですよね。軽いのかな。昔手編み用のそういうエコアンダリアとかではなくて、安くあげようと思ってホームセンターで売ってる普通の梱包資材みたいなところで買った麻紐でバッグを編んだことがあったんですけど、すごいやっぱり粗い素材なのでめちゃくちゃ手が痛くなったのと、あと編んでる時にポロポロ繊維が落ちて散らかっちゃってすごい大変だったっていう記憶があります。しかもそんな苦労した末に完成したのがすっごい重いバッグっていう残念な思い出がありまして、私それ以来バッグ類にはあまり手を出してないんですけど、最近エコアンダリアとかで編む可愛いバッグのパターンブックも結構充実していて、編んでみたいなってまた思うようになってきたので、残念な思い出を払拭すべくまたトライしてみてもいいかなと思いました。という夏糸もしくは夏物を編むっていう方々のグループが一つ。二つ目が編みぐるみなど小さなものを編みます。レース糸のポーチなど小物を編むことが多いかもしれません。夏糸でバッグなどを編みがちです。夏糸なのに編んでて汗が出ますが、夏用毛糸でサマー T シャツやハンカチを編んでいます。暑くても冬物も合間に編んでますよといった小物類を編むという方々。中でも多かったのが、こんにちは、いつも YouTube を楽しませていただいております。ありがとうございます。夏は靴下増産してます。靴下をちょこちょこ編みます。ひたすら靴下を編んでます。コットン系のソックヤーンで靴下編んでます。あとはかぎ針編みで娘にポシェットとかという靴下を編むっていう方が結構いらっしゃいました。これはやっぱり小さいものの方が暑くないし、あとはウェアとか編んでても着れる期間が限られてるっていうこともあるのかもしれないですね。さっき夏糸を使うという方の中のエコアンダリアとかスズランテープとかを使うっていう方も多分小物を編むんですよね。っていう夏は小物類を編むという方々のグループが2つ目でした。で、最後だいたい3つくらいのグループに分けられるといった3つ目ですが、夏も編んでます。でも棒針よりかぎ針が多くなる気がします。夏はかぎ針コットン糸を選びがちです。
が今年はクーラーガンガンにして冬糸を編もうとしていますというかぎ針編みがメインになるっていう回答の方もいらっしゃいました。さっき小物を編む方のコメントに娘さんにかぎ針編みのポシェットを編むっていう方もいらっしゃいましたね。やっぱりかぎ針編みは夏物のイメージがありますよね。既製品でも結構今時期になるとクロシェバッグとかいろいろかぎ針編みの可愛いアイテムが増えてくるので、そういうのを手編みで自分で作れるのはいいですよね。私もかぎ針編みで最近一つ作ったんですけど、それがずっと画面に映っていたこちらです。これはなんて言ったらいいんでしょうね。インテリア小物みたいな感じです。これ石をかぎ針編みでくるんでるんですけど、ヤーンボミングなのかな。で、こちらはこの本の中に載っているパターンで編みました。この本はメイキングっていうアメリカで出版されている手芸雑誌なんですけど、この本は結構編み物以外にもソーイングとかフリーステッチングとか、あとお料理のレシピなんかも載っていたりする、結構守備範囲の広いハンドメイドの総合誌っていう感じなんですけど、これを多分一昨年だったと思うんですけど、糸満に出品されていた古本屋さんで見つけて、この本の中に載っているこの石のヤーンボミングの写真を見てすごいいいなと思ってこの本を買いました。で、ずっと作りたいなって思ってたんですけど、この本買った当初はまだ私英文パターンにそんなに慣れてなくて、あとこれが自然の石を包むっていう性質上サイズ調整が必須だったので、それでなかなか始められなかったんですよね。でもクロッシェの英文パターンも少しずつ慣れてきて、サイズ調整もできそうなくらいに最近理解できるようになってきたので、ようやく念願かなって編むことができました。こんな感じで2つ作ってみました。すごい可愛いですよね。夏らしいインテリアとしてすごい気に入ってます。で、もう一つ、これは違うパターンで編んだんですけど、これはラベリーでダウンロードできるフリーパターンで編みました。フラワーパワーっていうフリーパターンでした。こっちもすごい可愛いですよね。こんな感じ。これはこっちのパターンに比べると少し簡単な感じなので、あとラベリーからダウンロードできるので、もし興味ある方はぜひ編んでみてください。はい、ということで今回の編み会は編み物好きさんの夏をテーマにお話ししてみました。この動画をご覧になっている皆さんはどんなことをして過ごしていらっしゃいますか？よかったらコメント欄で教えてください。それでは今日はここまででおしまいです。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お手紙やぎでした。さようなら。